あ、あ、こんにちは。なすいです。ということで、今回も、ポッドキャスト第2回です。よろしくお願いします。ということで、前回からちょっとノーカットで、こうやって公園に来た時に話す動画を撮るのを、ポッドキャスト形式でやっていこうっていうのを決めて、それが今回第2回目です。で、今週あったこととか、あと今日ここの公園なんですけど、駒沢公園、駒沢オリンピック公園に来ております。で、なんで駒沢公園かというと、駒沢フリマにさっき行ってきて、このキャップゲットしました。なのでもし、多分動画駒沢が先に上がるかな、わかんないけど、見てみてください。で、今日のコーデはブーツがヒステリックグラマーで、デニムジェデットロンドンでこのボーダーの、ストライプのロンティーっぽいちょっとテロテロした感じの素材のフーディーは OI っていうオープンヤードっていう韓国のブランドですね。でこの帽子が、さっきフリマで100円で買ったトキシックラブトキシックキャップです。いや今回もね、駒沢フリマめっちゃいい買い物ができたから、もしこの動画が出た時にまだ出てなかったら第1回の方を見てほしいんですけど、でまず今日のお菓子紹介ですね。次は今日お昼ご飯まだ食べてないから、ちょっと駒沢公園の近くのセブンに行ってきてこれを買いました。今回前回コールドブリュー水入れコーヒーのこの UCC の青色が美味しかったので、今日はこの金色茶色、ちょっと多分甘いやつかなを買ってみました。であとなんかサンドイッチ食べたい、公園でちょっとサンドイッチ食べたい気分だったから、この BLT がなんか 1.5 倍になってたから、これとあとマスタードチキン、これめっちゃ美味しそう。ちょっと近くで見せるか。こんな感じです。今回もねちょっとノート書いてきてるから見ていこうかな。あ、そうだ、いやちょっと一回飲ませて。これ飲む時とかはカットした方がいいのかな。なんかそっちの方が動画的に見やすかったりする気がするけど。あ、うまい。この UCC のやつ美味しいな。今までめっちゃジョージア派だったけど、こっちありかも。でもブラックの方が美味しい。そう2ヶ月前ぐらいにケンゾーのサングラスが壊れたんだけど、お父さんが直してくれました。これですね。本当はここがここのヒンジのこっちの奥側がここが折れちゃって、でそこに穴を開けて芯を入れてなんか作ってくれました。父さんめちゃめちゃ器用なんだよね。ちょっとなんか若い女の子たちが20人ぐらいいてちょっと恥ずかしかったわ。やばいな、高校生のことを若い女の子っていうおじさんになった気分。うわ、うまそう。そうちょっともう話がどんどん変わるけど、おじさん
高校生のこと若いって言っておじさんと思ったみたいな話したけど、でも最近ちょっと自分のこともおじさん一歩手前だと思ってて、本当に冗談抜きで、24ってまだ若いって言われるんですけど、今年25だし、もう実質25だと思ってて、でそこからねもうすぐ20後半になったらアラサーって呼ばれるじゃないですか。だから見た目とか体調とかすごい最近気を使うようになって、今のうちにやっとかないと絶対老けるスピードもどんどんここから上がってくるなと思って、最近までずっと朝の散歩してたんですけど、お昼ご飯を食べた後の縄跳びを始めて、でそれがね、1日15分20分ぐらいかな、30分ぐらいして、で引っかかったら休憩引っかかったら休憩っていうのをやってるから、多分合計で飛んでる時間でいうと20分ぐらい飛んでるんだけど、めちゃめちゃね体重が減ったとかじゃないんだけど、普通に気持ちいいね。お昼に、ご飯食べた後に結構眠くなることが多いから、そのなんか眠気予防にもなるし、あとなんか運動したなっていう気分になるから、今ちょうど始めて1週間ぐらい経ったかな。うまっ。何が 1.5 倍なのこれ。レタスとベーコン。だから最初ちょっと続くか分かんなかったから、怖かったから、ダイソーで縄跳び買って、で100円のでやってて、で4日5日ぐらいやってみて、意外といけそうだなと思って、だからアマゾンで1000円ぐらいの縄跳びを買って、今変えたんですけど、2日前ぐらいに。1000円の縄跳び全然違うわ。駒沢公園犬が多くて可愛いわ。これマスタードソースみたいなのがめっちゃ美味しいな。ちょっとね5倍ぐらい重たくて、細い100均の縄跳びに比べて、だからめっちゃね引っかかりにくくなったし、なんか音がさ、まず低い音、ブン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 で、あとちょっと重たいから、なんかここら辺の筋肉も鍛えられるんだよね。ただでさえさすごい細いから、細身の人間だから。そう、今まではすごいもう細ければ細いだけかっこいいと思ってたけど、それって20代前半までで、30歳とか20歳後半になった時って、細いよりちょっとね健康的というか、ちょっと体ががっちりしてた方が、なんならその今から夏の季節とか白 T とかもちょっと腕が太くて綺麗な筋肉ついてた方が絶対かっこいいと思うし、最近そういう人たちすごいかっこいいなって思ってたから、それでなんか普通にご飯だけ減らすダイエットしても意味ないなと思って縄跳びダイエットを始めてみたんですけど、めちゃめちゃいい。さっきも言ったけど、お昼さご飯食べた後すごい眠くなるから、で15分仮眠とかしてたんだけど、最近それなくなりましたね。あとスマホをいじり始めたらすぐ
なんかもう30分とか経つから、お昼ご飯食べながら、だからもうお昼ご飯食べたらすぐ縄跳びしに行くってもう決めてます今。だから大体、お昼ご飯ゆっくり食べて20分15分ぐらいで食べた後に縄跳びしに行って、で30分経ったら、そこから45分ぐらいで帰ってシャワー浴びるみたいな昼の過ごし方をしてますね最近。とあと健康で言うと、多分動画とかで言うの初だけど、タバコをやめました。20歳からどんぐらいだろう、4年半ぐらい吸ってて、今やめてちょうど 2,3 ヶ月ぐらい経ちましたね。なんか最初はなんかやめたとかこう軽く言ってしまって、すぐダメになったらめっちゃかっこ悪いからあんまり言わなかったんだけど、2ヶ月ぐらい経ってから意外と今のところなんか吸いたいって思う気持ちがだいぶなくなってきたので、もう、縄跳び健康の話も今してたからちょうど言ってみたけど、1ヶ月目までがねほんとありえないぐらいきつかった。今でも友達とお酒飲んでる時とかは、友達が吸ってたりしたら結構きついんだけど、これめっちゃうまいやん。シャキシャキレタスがさ、高校生の頃大好きだったけど、この粒マスタードとベーコンがめちゃめちゃ美味しいな。うまこれ。もしタバコやめたい人がいたら、俺が参考になる方法を教えてあげる。まず一つ目、やめる前に死ぬほど自分が嫌いなタバコを吸いまくる。いらなくても。それがなんか俺はセブンスターとか、たまに吸うと美味しいけど、ずっと吸ってたら結構気持ち悪いって思うから、なんか、赤丸吸ってたんだけど、セッターを買ってめっちゃ吸ったりしてましたね。あとタバコって吸いたいタイミングで吸うじゃん。大体みんな吸いたかったりとか、吸いたいけど我慢してて、やっと吸えるみたいな時に吸うじゃん。それをなんか朝起きて吸った後にまたすぐ吸ったりとか、なんだろうな、とりあえずとにかく俺その生活をどんぐらいしたかな、3日くらいしたかな、1週間ぐらいしたかな。なんかお疲れ様です。さっきフリマの時いたおしゃれな出品者の方が、そうあの人もさ言ってたけどさ、最近のフリマは面白くなくなってるっていう話をしたんだけど、今日は結構面白かったけど、
あの人はもう大井競馬場アンチらしくて、で僕も大井競馬場行かないんですかとかよく言われるんだけど、1回だけ動画が上がってるから見てほしいんだけど、それ行ってきたんだけど、大井競馬場はね、店舗数が多いけど業者さんがすごい多くて、ちょうどもうお兄さんがその話をしてて、で僕が行かない理由もそれなんだけど、なんかフリマってさ、個人間のやり取りだから楽しいわけであって、なんか業者さんとかがそのがっつり入ってきても別にそれって古着屋さんに行ったら楽しめるわけで、なんかわざわざフリマに行ってる意味がないなっていう話をしてて、確かにそう思うし、だから今回の駒沢フリマは結構当たりだったけど、前回かな、多分動画ボツにしてて、その時は業者が結構多くて、だから駒沢フリマと、あとあの人が言ってたのはセントラルパークのフリマが結構個人の人が多くていいって言ってた。で僕がおすすめなのは駒沢フリマと新宿中央公園フリマ、この2つですね。そうだから大井競馬場のフリマは、多分再生数は結構取れやすいんだけど、一番知名度あるから。でも多分行ってもあんまり自分が楽しめないだろうしと思って、1回だけ行ってみて、こんな感じかと思ってもうやめましたね。でさ、ノート持ってきたのにさ、結局まだ一回もノート見てないけど、また今思い出して、フリマの話で言うと、僕元からオフラインでフリマしてくださいっていう声がすごい多かって、で5000人行ったらオフラインのフリマしますって言ってたんですけど、もうあとね50人ぐらいで5000人行きそうなとこまで来てて、なので6月あたり、多分来月にはもう行ってるから、6月の後半とか、7月の頭、もしかしたらちょっと準備に時間がかかるかもしれないから、フリマをします。もう多分5000人行ってるから、来月ぐらいには。でこう下北、今探してるのが下北か代々木上原か渋谷で、渋谷が多分一番来やすいかなと思ってて、でも渋谷だとちょっと高いから、ちょっと安めの下北か、代々木上原はもうすごい落ち着いてる場所だから、そこはそこでありかなと思って、コメントで、多分インスタでも後日アンケート取るんですけど、皆さんコメントで教えてください、どこがいいか。でなんかいろいろちょっと考えてるんだけど、今一人でするから結構なんか場所代が高くて、それが僕のお父さんが卵屋さんをしてるからスポンサーに入ってもらって、で、入場料500円だけもらって、で卵もその入場料で卵ついてくるみたいな感じでやろうかなとか。なんかだいたい結構いろんなそのインフルエンサーの方とかのフリマはチェキで1枚1000円で1枚500円でみたいな感じの、なんか1000円で入場料とチェキがついてますとか結構多いと思うけど、なんかそんなんじゃなくて、別にチェキじゃなくても写真なんて撮るし、いくらでも来てくれたら。だからなんか今考えてるのはそれですね。入場料500円だったら普通に僕が一人でオフラインでインターネットでフリマするときは確か送料700円か800円ぐらい払ってもらってるから、みんなにそれ考えたら全然なんか送料分ぐらいと思ってくれたらもうほぼペイできるし、プラスねビッグユーとかもさ
あれってそこの自分が決めた値段からビッグユー側に800円の手数料とプラス送料800円ぐらい取ってんのかな、確か1600円ぐらいプラスされてるから、それも考えたら全然なんか500円ぐらい、500円ぐらいっていうのもおかしいけど、場所代がその複数人でするより割り勘とかもできないし、一人でみんなが来やすいように一人でやってみようと思うので、ぜひ500円ぐらい500円ぐらいっていうのもおかしいか、500円払ってでも来ていいよって方はぜひ来てください。でやってほしい場所、渋谷か下北か代々木上原、この辺りで多分渋谷が一番みんな来やすいから渋谷の声が多いかもしれないけど、ちょっとそれも言っときたかったので、フリマが決まったらまた YouTube にも出すし、 YouTube で詳細場所と日時とか、多分土日にやると思うんだけど、みんな来やすいから場所と日時と、あと持っていく商品とかを紹介しようと思うので、お楽しみに。来月6月後半7月頭あたりにすると思うので絶対来てください。このラジオとか見てくれてる人はさすがにね、東京住んでたら来てくれるよね。東京住んでなくても来てくれてもいいけど、大阪からなんかこの前 YouTube ライブしたら飛んでくるって言ってくれてた子もいたしもし来れたら来てください。せっかくオフラインでフリマすることとか多分あんまないから、今まで2回ぐらいやったかな、2年前と去年ぐらいに1回やったんだけど、めっちゃうまそう。そうだからできて年に1回とか半年に1回ぐらいだと思うので来てね。これもめちゃめちゃうまいぞ。分かったわ、このマスタードソースとこのマスタードチキン、マスタードがうまいんだよ多分。そういうことだと思う。どうしよう、もう20分経っちゃったな。まだ全然自分がノートに書いてきたこと見れてない。どうしようかな、今回カットしよっかな。なんか飲んでるとことか食べてるとことかじゃないともう30分超えちゃうよすぐ。これめちゃめちゃうまい。うまっ。これマジでおすすめ。そうだわ、ちょうど1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月半ぐらい前に代々木公園のなんかビッグマック食べながら話してる動画で YouTube 週に1回にするって言ったんだけど、最近本当に規則正しい生活、縄跳びとか始めたり、1時には寝て8時に起きて、で朝散歩したりっていうめっちゃ規則正しい生活がなんか定着してきたから、新しいこと始めて、でそっちの方もちょっと慣れてきたから結構ね、週2に戻せるの早かったな。2週間ぐらいで週2に戻せました。でもほぼ毎日
YouTube に関することは絶対してる生活だから、5000人いったら次は1万人いくので、1万人いったらすごいな。皆さんこのラジオをどんどん広めてください。あれ、俺禁煙できる話ってどこまでしたっけ？めちゃめちゃ吸いまくってみたいな、まずいと思うまで吸いまくってっていう話しかしてないよね。どうしようかな、話戻す？まだあるんだけど、禁煙のコツ。一旦禁煙のコツ戻すか。自分の換気扇の下とかベランダとか灰皿をもうきれいに洗って直すか、しまうか捨てるかした方がいい。俺は友達が来た時とかに使えるようにしまってるんだけど、もうそのね、朝さこう起きてさ、多分喫煙者ほとんどルーティンだと思うんだけど、朝起きて一発目吸うじゃん。その時にやめて1週間とか、そこに灰皿があるだけでめちゃめちゃ吸いたい気持ちが、もう灰皿を見るともう脳がピクンって反応するようになってるからマジで。だからその灰皿がなかったりとかするだけで全然違う。あと俺の場合は換気扇の下の灰皿と、あと椅子も撤去したかな、最初は。そこら辺の吸いやすいルートを自分で断ち切るのがめちゃめちゃ効果的だった。逆にやめたい時はそうなんだけど、続けたい時何かを、例えば最近俺朝の散歩とか縄跳びとかしてるって言ったけど、朝起きてすぐ着替えられるように寝る時にもう朝の散歩の服をベッドの横に置いて寝て、で縄跳びはもう玄関の靴シューズラックの横にかけてて、もうこう自分が動く動線の上にその荷物を面倒くさいと思わないように置いておくのも、やめるときはそれを面倒くさくして、続けたいことがあるときはそれをめっちゃ楽にしてあげるとすごいいいですマジで。あとタバコなんかあったっけな、まだある気がするな、コツ。あとアイコス吸わないのとか結構言われるけど、友達から、タバコやめたんだったら。いや、タバコやめてアイコス吸ったら意味ないなと思うけどね、俺は。あとアイコス吸うと結構体がムカムカしてきてちょっと気持ち悪くなるっていうのもあるし、あとアイコスにしたら多分めちゃめちゃ数本数増えると思う。大体今まで1日15から20ぐらい吸ってたんだけど、アイコスってベッドの上とかでも吸えるじゃん、火がないから。だからどこでも吸いやすいし、逆にダメだなと思って。これ本当にうまい。今日デザートじゃなくてサラダチキン、デザートじゃなくてサンドイッチにしてよかった。もう30分ぐらい経ったかな。こんな感じで第2回のナスイラジオは終わります。
名前なんかつけたいな。那須井の自然多分公園でしたいから、俺が週に1回とか月に1回とか公園にしたいっていう願いを YouTube しつつ叶えるっていう動画がこの公園動画で、その公園動画から始まったこのラジオだから、なんか自然とか公園とかそういう感じのワードを入れたいな。もうこの動画本当に全然頑張って撮ってないから、美味しいものを食べながら公園でゆっくりして話すだけだから、俺がみんなに勝手に話しかけてるだけだけど、何にしようかな。なんかゆったりした名前がいいよね。ゆったり、那須井のゆっくり話聞いてやとかちょっとわかんないよ。まあまたコメントで応募します。皆さんこのポッドキャストラジオの名前を一緒に考えてください。ということで、ここまで見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録してない方いたら、ぜひここまでこんなね、もう長いわけわかんない俺が一人でベラベラ適当に喋ってる動画を見てくれたんだから、チャンネル登録してくれると嬉しいです。でポッドキャストみたいな感じだから、なんかお便りみたいなのもちょっと今回作ってみようかな。で次回のこの動画で読むとか、なんかコメント欄とは違った楽しさがあると思うから、それは匿名だったりとか、あとなんか俺最近ポッドキャスト聞いてるけど、ラジオネームとか面白いよね。なんかそんな感じでね、ちょっとどんどん進化させていければと思うので、コメントでこうした方がこうしてくれると嬉しいですとか、この名前、ポッドキャストの名前とか、あとフリマのなんか土曜がいい日曜がいいとか、場所渋谷下北上原あたりで探してるので、皆さんの意見を教えてもらえると助かります。じゃあまた次の動画で。バイバイ。